皆さんおはようございます。友太郎でございます。今現在シンガポール朝の8時30分、5月29日です。今日からですね、なんやかんや5月中旬に前の仕事退職いたしまして、本来であればその翌週からですね、すぐに新しい仕事始まる予定だったんですけども、いろいろと書類の用意とかですね、向こう側の新しい会社のネットワーク、私に対するネットワークの整備とかですね、いろいろありまして、本日まで初日がちょっと伸びてたんですけれども、今日から仕事が開始です。すごい憂鬱です。ナーバスでございます。で、本日この初日終わりましたらですね、一杯飲みながら、海外では一体どれぐらいのお給料をもらえるのか、このあたり話していきたいと思います。では初日、地獄のトレーニングだと思うんですよね。結構複雑なことを学ばなければならないと思うんですけれども、あと数ヶ月ちょっとバタバタするかと思いますが、頑張ります。しかし40代になって新入社員としてね、一からトレーニングするとは思ってませんでした、私。行ってきます。日本人が海外で働くと一体どれぐらいの給料がもらえるのか、この10ドルもする苦さマックスのジンジャービールを飲みながらお話ししたいと思います。今からお話しする内容は、私がシンガポールで生活する中で触れてきた情報であり、私の主観も入っております。ですので、実際にこのお話に該当しないケースも存在いたします。そのことを念頭に置いて聞いていただければと思います。シンガポールで働いている日本人は大きく分けて3つのタイプに分けられます。まずはじめが C クラス、語学はできない、特別なスキルもないグループとなっております。そんなやつが海外にいるのかと疑問に思うかもしれませんが、こういう人結構います。ですので、現地で働こうにも応募できる求人自体が少ないので、日本人の顧客に対するサポートを提供しているコールセンター、日系企業での事務的なお仕事、シンガポールに住んでいる他の日本人もしくは別の日系企業に対する営業の補助といった求人に応募することとなります。こういったお仕事では英語を使用することはほとんどございません。ですので、これ仕方ないことなんですけれども、給与もシンガポールで生きていくにはやや心もとない額となっております。私もかつてこの C クラスからシンガポールでの生活を始めたんですけど、何が一番辛かったかって言いますと、シンガポールには流暢な英語や中国語を駆使して仕事をバリバリしている日本人がたくさんいるのに、自分は外国語を使用することもなく、日本人に囲まれて、相手する顧客も日本人という環境でしか働けないという、日本の労働環境から離れたくて海外に出たのに、そこでも結局はどっぷり日本文化に使ってですね、日本企業とつながって生きていかなければならない状況、こういった状況ですので、海外で働いている実感とかですね、利点っていうのを感じることができなかったんですね。その状況が本当にもどかしくて、自分自身に非常に苛立ちました。給料面でも語学ができる他の人たちが有名企業で、6000ドルとか7000ドル稼いでるっていう情報がもう嫌でも耳に入ってくるんですね。そういった情報を聞くたびに心病みました。自分自身の未来を良くするために語学学習は毎日しっかり続けて次の B クラスに行きましょう。では次 B クラス。英語は流暢、特別なスキルはない。このクラスでは英語が流暢になり、より高度な仕事をする人たちのグループとなります。仕事の例で言いますと、例えばホテルですとか、保険会社、秘書、物流のコントロール、YouTube や Google といった大企業の日本チームといったところになります。細かな仕事内容に関しましては千差万別なので、詳細なことは私もお話しできないんですけれども、この B クラスでは外国人上司や現地の病院とかレストランへの予約の電話、キャンセルの電話、社内の他部署との英語のやり取りと C クラスに比べると英語を使用する頻度は格段に高くなります。また労働環境の面でも大きな外資系の企業で働けたり、同じフロアにたくさんの外国人がいるような環境になったりと、この B クラスになって初めて私は海外でたくましく働いてるんだという実感や喜びを感じられるようになります。
こういった充実感は本当に精神衛生上重要です。ちなみに外資の大きな企業のオフィスっていうのはどこも非常に広くておしゃれです。この B クラスに関しましていいことばかり言いましたけれども、英語だけを頼りにして生きているとこれから先なんですけども、給与$5000の壁にぶち当たることになります。この$5000の壁を乗り越えてですね、さらに高額な給料をもらうためには、語学の他に有効なスキルがもう一つ必要となります。それが A クラスとなります。A クラス、英語が流暢、特別なスキルがある。特別なスキルってなんやねんと思われるかと思います。海外で$5000以上稼げる高収入の仕事で、需要の高い代表的なスキルや経験をざっとご紹介いたします。まずはじめが営業スキル、そしてプログラマー、ネットワークエンジニア、会計の実務経験、金融業界での実務経験、こういった知識技術は本当に需要が高いです。海外ではこのような知識技術がある人ですと、中途採用であっても初っ端から企業側は給料として$8000とか$9000っていう額をですね、平然と提示してきます。いい人材の登用には金をかけてくるんですね。これ当然といえば当然なんですけども、このあたりは日本企業もぜひ見習ってほしいものです。日本で今ね、プログラマーとか営業のお仕事をされている方、ちょっと大変ですけれども、外国語も習得して海外に出て月収$10,000を目指してみるのもいいのではないかと思います。またこの A クラスは無理でも B クラスであれば語学さえできてしまえば可能なんですね。日本の低賃金ブラック企業で疲弊してもう自分にはもう未来がないと思っている人にとってはですね、私は B クラスでも全然問題はないと思いますよ。以上、シンガポールでの労働者スキルと給与の相関関係をご紹介いたしました。日本の生活に疲れて海外移住を目指す方のお役に立てれば幸いでございます。いやー、ビール最高でしたね。これで充電できたんで、また明日からお仕事頑張りたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。友太郎でございます。